おはようございます。阿部義俊です。今回はパーカーの万年筆を1本、買ってみました。中古です。パーカーというと自分はそのボールペンのジョッターとかフィフス第5の筆記具と呼ばれている万年筆ともちょっとボールペンとも違う、自分としては非常に滑らかでいい書き味の、ペンですけど、なんかが割と気に入っていて自分の中では割と好きなメーカーなんですけど、今回はそういえばパーカー万年筆1本も持ってなかったなと思って、1本ちょうど中古で良さそうなものがあったんで買ってみました。で、もちろんそのサイトで写真を確認して、買ったわけですけど、届いてみたものがですね、思っていた以上に金ピカでした写真でちゃんと確認していたし、これは、パーカーの75っていうそのモデルの、プラスバンドームゴールドゴドロンというモデルで、太さが極細 XF になります。普通なんか極細って EF という表記が多いんですけど、パーカーとどこだクロスか何かが XF っていう書き方をするのかな。ね、なんか XF のがなんか自分の中でちょっと細いようなイメージを持っていたんですけど、多分要するに EF のことを XF という表記をしているというだけだと思います。ちなみにプラスバンドームで検索すると、今はバンドームヤマダというジュエリーブランドかなのそのブランドがなんか検索で真っ先に出てきてしまって、最初なんか一瞬なんかそことコラボした何かなのかなと思ったりしたんですけど、これはもっと全然古い万年筆だと思うので、多分あまり関係がなくて、こっちのプラスバンドームはフランスのそのバンドーム地方のなんかそのファッションのその雰囲気をプラスしたモデルというようなことで、プラスバンドームという名前になってるんだと思います。で、自分はそう何度も言ってますけど、その万年筆を使って手帳に小さな字を書いたり絵を描いたりということのためにちょっと万年筆を使っているので、とにかく細い、字が書けるものを求めていて、でついその XF っていうなんかEF と同じ意味合いなんですけど、なんかちょっと細そうなイメージに引っ張られて、そういえばなんかパーカーのなんかちょうど細いのいろんなメーカーの細字を買ってみようと思ったんですよ。で、買ってみました。基本的には同じ、例えば極細字で言っても日本の EF 極細の方が海外のものよりも細めに調整されている場合が多くて、っていうのは漢字を書くためにどうしても一段細い字が英語よりも必要なんで、日本のメーカーの万年筆はちょっと細めに調整されていると言われてます。なので純粋にもう細い文字を書きたいというだけであれば日本のメーカーのものを買うのが一番だと思うんですけど、でもちろん僕もプラチナとかパイロットとかセーラーをまだ買ってないんですけどね、買っていて、細い線引きたかったら確かに日本のメーカーだなと思うんですけど、そう言いつつも何かいろんなところのメーカーの細字をちょっと試してみたくなっているんで、もう完全にこれ沼ですね。でインクを入れます。よく万年筆のメーカーとそのインクのメーカーを揃える、その違うメーカーのものを入れるのはあまり良くないと言われていたりもするみたいなんですけど、多分それによって顔料とかね、その特殊なインディアンインクとかちょっと特殊なインクはまたちょっと別だと思うんですけど、そんなに問題が起きるものでもなさそうなので、このあたりは自己責任というか自己判断で、自分は今回はペリカンの黒を入れます。パーカーのインクの黒持ってないんで、今度買ってみてもいいかもしれないですね。ペリカンの黒は割と粘度が高いのかな。ちょっとひねって1滴2滴垂らすのが良いみたいなこと言われますけど、ペン先が少しインクで現れるみたいなことで、本当かな。一応ちょっとやってみました。ではちょっと書いてみますかね。ちょっといつもここの書きづらい机で書いてうまく書けなかったりするんで、書き物机の方に移動してやります。机を移動しました。というわけでそのパーカーの、75っていうモデルなのかなのプラスバンドームゴールドゴドロンというモデルです。書き味を試してみようと思います。ちなみになんかこのキャップのこのなんでしょうね、このつけたり外したりの感触が、ちょっと硬いっちゃ硬いんだけど、パチッと非常に気持ちが良くて、これはなんかいいですね。ではドキドキの太さ的にはどうだろうな、だいぶ細い線が引けて、まずはよしよしという感じで、そしてやっぱなんかペン先ごとにほんと細かいことなんだけど書き心地はなんか本当に
なんだろうな、そのメーカーごとに違うし、ペン先ごとに違うし、でその個体ごとにも多分ちょっと個体差があって、なのでそのなんか厳密にこの書き心地はこのペンだけのものかもしれないですけど、やっぱり書き心地は違いますね。なんだろうな、ペン自体の重さもこうやって重さとかなんか測っていった方がいいですかね。なんかやや重さがしっかりある感じで、握りはラミーのサファリみたいにちょっと三角形になっていて、正しい筆記位置に指が自然に来るようになっています。ラミーのサファリよりはちょっと細い感じかな。細いペンで自分がよく、引き合いに出すのはそのオスプレイというメーカーのその G ペンペン先のマディソンとか、インディグラフというそのドローイング用の万年筆とか、あるいはその、プラチナのその3776センチュリーの、超極細字ですね。これはだから極細よりもさらに細い、日本のメーカーで、極細のさらに細いやつで、おそらく一番とにかくそのもう無条件に一番細い線が引ける万年筆はどれだって言ったら、筆頭に上がるのは多分その手元にあったこれだ。プラチナの、3776センチュリーの、UEF か、ウルトラエクストラファインだと思うんですけど、それに比べるとプラチナは全体的にちょっとカリカリめというか抵抗感のある、ペン先で、そのペン先に比べるとこのパーカーはなんか柔らかいマイルドな書き味で、やっぱ万年筆なんかこういうペン先滑らかなのが気持ちいいですね。なんかプラチナのペン先も好きなんだけど、いい感じに線が引けてる時は書いてるその抵抗感があって、プラチナのちょっとカリカリした感じも好きなんですけどね、この間インクを積もらせてしまって、インクのちょっとなんか出が悪かったりちょっとかすれたりする時にペン先がカリカリしてると本当に故障かなって、実際インクは詰まってたんだけど、だって思ったりするんで、そういう時にはこういうちょっと滑らかめな中古なんで、なんでしょうね、その前に使ってた人の書き癖なんかがある程度ちょっとついてしまったりしていて、新品とは多分書き味結構違ってると思うんですよね。なのでそういうことも含めて、そのパーカーの75ってこういう書き味だよみたいなことはなかなか言えないんですけど、誰でもない人を書いてしまった。割と柔らかめで力入れるとちょっとペン先が簡単にこうクッとしなる感じですね。しなるけど、しなったことによって劇的に線が太くなる感じではないかな。ペン逆さまにすると線が、全くちょっと縦目だと出て、かつすっげえ細い線が引けるから、ちょっと何か使えるかもしれないですね。書いてるうちにちょっと出始めた。イレギュラーな使い方なんで、これを当てにしすぎても不用意にかすれたりするんでダメですけど、でも目とか自分はこの、下まぶたの線にちょっとその極端に細い線を何本か使ってこうまぶたの厚みみたいなものとか、まぶたの下のちょっとした影のようなものを入れたがる、そういう絵柄なので、そこがねなんかとかね、ちょっと鼻の穴とかね、なんかそのちょっと細かい線が引きたいところ、今インクがボタッと垂れましたけど、これは今ペンの紙の端っこにペン芯がガツッと当たったんで垂れたんで、別に故障とかではないです。ちなみにペン芯はって言って、これ映るかな、ペン芯は後で写真に撮って載っけるかもしれないけど、なんか溝とかがなくて、なんか珍しいというか、僕はあんまりこういうの知らないんで、なんかただのプラスチックの塊、プラスチックじゃないんでしょうけど、塊みたいな感じで、でも XF って、なんか彫ってありますね。そうなんだ。
でも髪の毛の細いタッチとかはこれで十分に入れられて、どうですかね、なんかなんかそうは言っても太くていまいちこう使いどこがないみたいなのが一番がっかりなパターンなんだけど、そういうふうにはならなくて、全然その手帳に多分なんで東って書きたがるんだろう。前も東って書いてある。ちっちゃい字も書けるし、これはこんな金ピカのペンもあんま持ってないし、ちょっと個性があっていいですね。良かったです。で、キングダムノートでまだ2本しか買ってないんで、キングダムノートはっていう話はあんまりまだできないですけど、一応今まで買った2本のペンはどっちも割と綺麗に清掃されていて、不織布みたいな薄い布に入っていて、今自分は Amazon で買ったこの安いビロード地みたいなペンケースにペンを入れて持ち歩いてるんだけど、これでいいんですけど、ちょっと分厚すぎちゃってここまでしっかりしてなくていいんだけどなと思ってたんで、なんかこのキングダムノートのなんかこれすげえいいな、なんかこれをなんか100枚ぐらいセットで売ってないかな。そうこのぐらいの厚みのものがいいんですよね。どうでもいい話ですけど、ちなみにちょっと待って、これがバカってこれで合ってる。自分の R の小文字の書き方がおかしいって中学1年の時に初めて英語を習った時にも先生に怒られて、でもこう書いてあるじゃんって思ってこう書いて、いやおかしいみたいな。確かにこれだとなんかちっちゃい N みたいですもんね。こんな感じか。でもなんか書くたびにいやおかしいって言われて、直しなさいって言われて、なんだろうと思って直んないまま現在に至る。字が汚いのを何とかしないと何の説得力もないですよね。なんかこの線を引いててもお前の字が下手すぎて分からんよって言われてしまいそうな気がする。でちなみに太さ的には出るかな。この間綺麗にしたんで、インクフローがすごい良くなってますね。パーカーじゃねえ、プラチナ。こうだっけ、間違えてたらすいません。プラチナ。字汚いな。やっぱりこう比較するともう圧倒的にやっぱプラチナの超極細さんもめちゃくちゃ細くて、でもやっぱり書いてる時にカリカリするんですよね。でそれが書き味的にやっぱり好みが分かれると思いますね。自分はそんなに嫌いではないけど、でもやっぱり滑らかに越したことはないかなっていう気がしますね。なんかうまく線を引いてる時に紙にこうクッと入る感じがあって、それがいい書き味と感じる時も確かにあるんですけどね。これが出るかな。漢字を書かないと。こいつは筆圧をうまくコントロールすると G ペンなんで、結構、今ちょっと水をちょっとつけちゃったんでインクが水っぽくなっていてちょっと太めに出ちゃいますけど、やろうと思うとかなり細い線がねスーッと引けて、そのセンチュリーともちょっと違ったもっとカリカリしてますね。ただちょっとでも筆圧をかけたらぐわっと太くなるんで、この辺りのその細い線を引くときに自分がその技術でペン先の筆圧をコントロールして細い線にしてるんじゃっていう感じがちょっと気持ちよかったりするんですよね。太さ的にも動画によって自分はなんかこのオースプレイの G ペンとプラチナのセンチュリーを比較した時になんかオースプレイの G ペンの方が細いって言ったりセンチュリーの方が細いって言ったり、なんかちょっとその日によって意見が変わってたりすることがあったような気がするんだけど、ちょっと確認してないんであれですけど、G ペンの方はだからねフローでセンチュリーはねもう圧倒的に安定してて、 G ペンニブの方は自分の筆圧とか今みたいにちょっとインク出が悪くてなんかそのフローがちょっと安定してない時があって、そういう時に、太さが変わってしまうので、そのベストな時はもしかしたら G ペンの方がちょっと細いかもしれないです。でも安定して細いのはやっぱりプラチナかな。これが、絵を描くペンとしては
一番気に入っている。書き心地もこれの説明がちょっと本当難しくて、なんかポリポリした感じとかボリボリした感じっていう、なんかあんまりじゃあ書き心地良くないんじゃないのって言われてしまいそうだけど、そうじゃないんだよな。なんか紙にしっかり食い込むんだけど紙を削るような感じは全くなくて、非常に気持ちがいいですね。で、前も言ったけど、こいつはなんかね、下から上に線を引いても紙を引っ掛ける気配がないんですよ。その辺がやっぱりドローイングって線の動きが自由じゃなきゃいけないんで、普通の万年筆とかペンみたいに下から上に行くとちょっと引っ掛けちゃうことがあるんですよねみたいなんだと、思ったように線引けないことがあるんでね、そのあたりもよく考えられてて、とにかく、気に入っているペンであります。オスプレイの G ペン2部をいつも一押ししてるけど、今なんかインディグラフの方が好きかもしれないな。線引いてて気持ちいいんですよね。これもでもだからやっぱり好みがあって、その滑らかっていうのとも違うし、カリカリとも違うし、なんかこのボリッとした感じだって思われてしまうかもしれないんで、何とも言えないですけどね。なんか絵描く人にちょっと1万円ぐらいするもんだからなんかちょっと試してみてくださいよって言えるようなもんではないんだけど、でそう買った日はなんかインディアンインク、その純正のインディアンインクを入れてみたりとか、やっぱ買ったその日はフローが安定してなくて、その日のレビューではちょっとかすれちゃうんだよねとか言ってたけど、最近はもう完全にインクのフローは安定してかすれることはもうまずないですね。なんか最近こいつで線引いててかすれた、ってことは一度もないですね。でこのネジでこうクッと回す時のこのシュルルルっていう感じで分かると思うんだけど、金属の加工のなんかね精度がすっごい高くて、でしかもこの最後の一回しの時に音がスッと消えてちょっと抵抗感が増してパチッていくんですよ。なんかねいいですね。なんかこの辺りも本当になんかよくできてるペンで、しかもその面白ギミックとしてここに水が入っていて、ペン先をいつも湿度を保っていて、インクが乾かないようにしてくれているっていうあたりも含めて、パーカーの話しようと思ったのにインディグラフの話をしてしまった。好きなペンです。でこいつはまた、オスプレイのこれはEF のさらに先だから、プラチナのセンチュリーと同じように1個細い EEF ですね。エクストラインクが違うんで比較がなかなか。これはセンチュリーほどカリカリしていなくて、かつそうだな、でもやっぱりセンチュリーに比べたら細さでは一段劣りますね。ただ十分に細くて、値段も多分これそんなに高くはなくて、オスプレイはだからその万年筆のメーカーとしては非常に自分を信頼しているというか好きなメーカーですね。ペン逆さまにしても弾けるけど、ちょっと細くなるかな。あんまり変わんないか。あんま変わんないね。オスプレイの超極細。どうだろうな、パーカーのやつ比較すると、この中で今書いた、自分の手持ちの中で割と細い線が引けるペンの中では、と比較すると、インクめっちゃついた。どれだろうな。ちょっと太いけど、でも海外製の極細の中では割と細い方じゃないかな。このぐらいであれば手帳に細かい文字書いたりとかも十分だし、そうですね、デザインも良いし、筆記性能的にももうちょっと書かないと分かんないですけど、今のところざーっとインク入れて線を引いてる感じだと、安定していて、よくこの正面よりも右に傾けるとかすれるということがよく万年筆であるんだけど、ある角度よりもいくと完全に書けなくなるけど、ちょっと傾けたぐらいだったら書けたり書けなかったりか。だからやっぱりちょっとどの万年筆もそうだけど、右に傾けるとやっぱりちょっと出ないことがありますね。そのあたりは僕持ち方が悪いんで、よくそうなっちゃうんですけど。というわけで途中から全然違う万年筆の話をしまくってしまいましたが、気持ちのいい、パチッとした感じで、でこれは絵を描くぐらいのことも楽勝でできるし、細かい線も引けるし、筆記性能的にも安定してるし、割と当たりのいい、万年筆を買いましたよという感じでした。パーカーの75プラスバンドームゴールドゴドロンという、モデルでありました。
ということです。ありがとうございました。ではでは。